ステータスがトレーナー能力に極振りされ日常生活が終わってるトレーナーの子を産んでくれる既得な女なぞこの世に一人しかいないだろうと告げた後に自分こそがその既得な女であると打ち明けるエアグルーヴ。貴様の嫁になる女は大変だな。えではない、このたわけ目が。そんな。情けない声を出すな。それでも天下の中央トレセンのトレーナーか。はい、一応そうです。一応ではないだろう。まったく、貴様という男は、あれだな、人間としてのバランスが崩れているな。人間として崩れている。ああ、これは言い方が悪かったな。勘違いはするなよ。けなしているのではない。どういうこと？そうだな。なんと言えばいいだろうか。例えるならば、ステータス極振り、というやつだろうか。つまりだな。貴様という人間が合計100というステータスで構成されているとしよう。その100すべてがトレーナー能力に振り分けられていると言っているのだ。嘘でしょ？そんなしょうもない嘘をこの私がつくわけないだろう。このたわけ目が。ごもっとも。でもそれってやっぱりけなされているのでは？だから違うと言っているだろう。話は最後まで聞くものだ。申し訳ない。まず貴様の日常生活だが。はい。ズボラの極みと言っても過言ではないだろう。料理は味が濃ければいいからと調味料を過剰に入れる健康とは正反対のそれ。味噌汁にしてもひどいものだ。違うんだよエアグルーヴ。なんだ？健康は心の幸福から来るものなんだよ。心の幸福だと？そう。人生は一度っきりなんだからやりたいことを楽しむのが正しい姿だとは思わない？正しいかどうかは主観によるところだろうからそういう生き方を否定したりはしない。さすがエアグルーヴ。よせ、褒められるようなことではない。それで？続けろ。確かに人間の体ってのは脆いからね、健康に直結する日々の食事ってのは気にかけるべきだとは思う。だろう？わかっているではないか。担当馬の健康も管理するトレーナー用につくものが体調管理をおろそかにするようでは話にならんと私は言っているのだ。そこ。なんだ？急にどうしたというのだ。さすがに実際にレースを走るエアグルーヴに俺独自の理論の食事を取らせるわけにはいかない。けど俺自身の健康についてなら俺独自の理論でも構わないよね。それが過剰な味付けだというのか？未来永劫にわたってそんな味噌汁を飲まされる私の身にもなれ。エアグルーヴが俺の味噌汁を未来永劫にわたって？いやなんでもない、続けろ。でも今エアグルーヴ未来永劫って。ミーライクエッグロールだ。聞き間違えるなこのたわけが。そう？じゃあ続けるけど。さすがに無理がありませんかね。仮にミーライクエッグロールだったとしても文脈がトンチキなことになるだろう。エッグロールって、伊達巻きみたいなやつ。エッグロールとはアメリカ風中華料理店で前菜として供される揚げ物。刻みキャベツ、豚肉の細切れ、その他の具を厚い小麦粉の生地で巻いて長い筒とし油で揚げて作る。中華料理の春巻きとは関係が深い。中華圏の巻きクッキー的なお菓子もエッグロールっていうから覚えておけ。エアグルーヴは俺の料理を調味料を過剰に入れる健康とは正反対のそれって言うけど、そんな濃い味付けこそが俺の健康を維持しているんだよ。バカを言うな、押し倒されたいのか？押し倒す。張り倒すと言ったのだ、聞き間違えるな。そう？ごめんね。女帝の目に隙が溢れている。かかってしまっているようですね。冷静さを取り戻せるといいのですが。バカ野郎、冷静にならずにそのままの勢いで駆け抜けるんだよ。ともかくあれだよ、好きなものを食べて心を幸福で満たせばそれが肉体の健康につながるって話。何を言っているのだ貴様は。でもエアグルーヴも知ってるでしょ？なんだと？トレセン学園にいるじゃん、それに似た体質を持つトレーナーを。もしや彼トレのことか？ビンゴ。まさに彼女は心の幸福論の体現者だからね。体現者という言葉を使うな、レジェンドの方々に失礼だろう。まあまあ、細かいことはひとまず置いておいて。俺が言うのもなんだけど彼トレの食習慣は異常だよ。基本的に酒を飲んで食べるものだって酒のつまみになるものばかり。でも毎年受けてる健康診断では何の異常も見当たらないんだ。狂っている。それもまた私がさっき言ったステータス極振りの影響かもしれんな。そう？
彼とれはトレーナー能力にステータスを極振りしたためそのような体になってしまったんだ。でも本人は好きな酒を飲んで健康なんだからデメリットではないよね。人からどう思われるかは別だがな。そして貴様もだ。俺？そうだ、自分は無関係のような顔をするなたわけ。貴様はトレーナー能力にステータスを極振りしたため日常生活が送れない体になったのだ。それこそ誰かが支えてやらねば、な。そんなことはないと思うけど。よくもまあ抜け抜けとそんなことが言えるものだ。だってこうして生きてるし。生きているだけだということを自覚しろ。洗濯物を裏返しにしない。スポンジは擦り切れても使い続ける。朝食は2日に1回は用意すらしない。別に誰に迷惑をかけてることもないしそれくらいいいじゃん。そんな貴様をサポートしに毎日部屋に行く身になれ。そっか。エアブルーブに迷惑かけてたね。おまけにこれで将来は最愛の妻と子供に囲まれた人生を歩みたいだと？バカも休み休み言えというものだ。貴様の子供を産んでくれるような既得な女などこの世にいても一人くらいなものだろうな。この世にたった一人の運命の人に死ぬまでに出会えるかな。第一貴様は将来性というものがまるでなさすぎる。いつかできたらいいな。いつかこうなったらいいな。それの繰り返しで具体性がまるでない。わからないなら一人で悩むな。私がいるだろう。いや、さすがにいつまでもエアブルーブに助けてもらうわけにはいかないよ。そりゃエアブルーブがいつもそばにいてくれたら嬉しいけどさ。しかし私は既得な女なんだ。え？貴様の子を産んでやろうというこの世に一人しかいない既得な女がこの私なんだ。エアブルーブが。どうした？死ぬまでに運命の人と出会えたんだ。少しは喜んでみせたらどうだ？そんなほうけた顔をするな、たわけめが。まったく、トレーナー用の時はあれほどに歩調を合わせる完璧な杖だというのに。いや、今度は私が支える番だと思えばそれも悪くはないな。そうだ、私を頼れ。エアブルーブを頼る？そうだと言っているだろう、このたわけが。この女帝、貴様の重みで潰れるほどやわではない。エアブルーブ、本気で言っているのか？1日2日の付き合いではないのだ。私という馬娘がどのような馬娘か知らぬとは言わせんぞ。心配するな、ちゃんと節度は守る。卒業を迎え何も問題がなくなってから人生を共に歩もうじゃないか。でも俺なんかとエアブルーブじゃ釣り合わないんじゃないかな。この歌わけが。私と貴様の日々を社会的地位が釣り合う釣り合わないの計りで測れると本当に思っているのか？貴様は私の得た幸福がつまらない金細工の皿に乗せきれるものだと本気で言っているのか？私が貴様を選び今こうして言葉を紡いでいるのは貴様の社会的地位でも容姿の良さのためでもない。私はトレーナーが欲しいんだ。エアブルーブ。私には貴様が必要で私は心から貴様を求めている。夢見がちな後輩はよく言っていた、運命の人に出会いたいと。貴様は私の運命の人だ、断言できる。こんなにも大好きで愛おしくてたまらないのだ。これが運命の人でなくてなんだというのだ。というのが私の素直な胸の内だ。選べトレーナー、私という杖を取るか自らの足で歩むのか。なんというか、ふつつかものですがよろしくお願いします。最後まで締まらない男だな、貴様は。ごめんよ。いいさ、互いを支え合えばいいのだからな。では、契約更新だな。これからもよろしくね。一夜明けて温泉旅館の女将が一言。だいぶ声が出てたみたいですね。それで生まれたのが私ってわけ。やっぱりトレセン学園は婚活会場や。子供を産んでやるって明言してるのがめっちゃエッチだなって思いました。なんかたわけと女帝って生活的なお似合い感強いよな。優しくて仕事はバッチリだがどこか天然気味で抜けてる旦那と賢く面倒見が良いがつい自他に厳しくワーホリ気味になってしまう女房だからね。互いの良し悪しを補ってる。育成ストーリーを見ればわかるけれど女帝として自分を律し続けて本当はとても優しいのについ言葉が厳しくなりがちでなかなか自分の気持ちを素直に言い表せない彼女が好きな人に精一杯言葉を紡いで伝えて最後の一押しは相手に押してほしい。というのはとても素敵なことじゃないかしら。それじゃあ走ってくるわね。すでに門限は過ぎているぞ鈴鹿。馬娘はみんな幸せになれ。
馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。